変わり種レシピのナンバーワンを決めようです。こちらがですね、藤子さんのこのカスピ海ヨーグルトなんですけど、皆さん食べたことありますか？あります。俺も食べたことあるんですよ、これ。さっきちゃんどうですか？藤子さんって、昆布とか、ご飯のお供とかそういうイメージがあった海の野菜のイメージだった。ヨーグルトコーナーに藤子さんヨーグルト出してるのと思って一回買ったことあります。特徴といえばですね、粘り強さととろっとまろやかさ。ほら、呼ばないほら、違うでしょ。全然違うんですよ。普通のヨーグルトちょっと違うんだよ。全然違うよ、普通のヨーグルト。まろやか。すげえまろやか。とろみが違う。全然違う。トロトロしてるな。さっぱりしてるんだよね。このなんか見た目とは反して。まあ普通に美味しいですよ。これだけで食べる。もちろん。実はですね、いろいろなアレンジレシピができるということなんですよ。藤子さんが考案したカスピ海ヨーグルトの変わり種レシピをこれから10品食べていくので、ハイハイジェッツ的なナンバーワンを決めていこうと思います。こういうなんかちょっとコース料理的な感じでやっていただけるということで、こちらです。ドン。はい。インド風ヨーグル混ぜご飯。いや、米に合うの混ぜご飯。米に合うのかな。マジ？その下もさ、味噌かける。そう、味噌が違うんだよね。味噌とヨーグルトいけんの？カルボナーラとかなんかすごいうまそうなの。デザートはもう絶対美味しいやつでしょ。デザートは絶対うまい。それでは最初の変わりないレシピはこちら、サーモンのマリネです。ピリ辛。料理を作ってください。料理家の今井さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。でヨーグルトはこっちのドレッシングの方ドレッシングになってる。なるほど。でドレッシングはいつもオリーブオイルとか入るんですけど、これは入ってないので、要はノンオイルでちょっとピリ辛なのでタバスコが少し。おしゃれ。いただきます。めっちゃ美味しいんだけど。お、うまい。これ合うぞこれ。まあなんかヨーグルトの主張があんまり激しくないので、なるほど。サーモンの旨味は残しつつ、ヨーグルトもそっと添える感じ。ああ、なるほどね。普通のドレッシングで食べちゃうとさ、ドレッシングの味になっちゃうじゃん。ああ、そうだなんか違うんだよね。さりげなく見てくれるよね。さあ続いて2品目、キンキン冷たいポタージュスープです。スープ冷たい。じゃがいもの冷製スープ。ヨーグルトのさ、とろみがもう生きてるよね。口当たりすげえいい。ごいねめちゃめちゃ口当たりさっぱりしてて、ごくごくいけちゃうやつだね。でもなんかちょっとスプーンじゃ物足りない感じがあるね。やっぱりさっぱりしてるからガツッといける。続いて3品目、トロトロトーストでございます。見た目からしてもこれはうめえよ。まずおしゃれ。おしゃれ。まずおしゃれ。女の子こういうの大好きやん。いやもうこれだけでパーティーできちゃいそうです。まあうまいよ。ま安定の王者。でもヨーグルトの酸味がフルーツをねの甘さをより引き立ってる。トーストの相性めっちゃいい。そうそうそう。これ多分ね、米じゃダメ。あ、これはもうそうだそうだ。わかるよね、それは。さあ、ということでインド風ヨーグルト混ぜご飯。ちょっと行きたくないもん。ご飯柔らかく炊いて。すげえ入れる。美味しいのかな。いやちょっとこれ大丈夫ですかそれ。あんま美味しそうにないですよね。目の前に来ましたけど。はでもまあ食べてみないと分からわかんないよ。大宮さんだよ。今までで一番未知だよね。未知だねこれは。いやちょっと怖いよこれは。俺もちょっとねビビってる。どうした？全然いける。これいけるぞ。想像してた感じ違う。いけるね。まろやかなやつもちゃんと生きてる。ちょっとリゾットというそういう感じの食感なんだけど、ちゃんとねヨーグルトがいるの。いるんだ。いた上で美味しいの。だからヨーグルトリゾット。びっくりしてる。さきちゃんまだ完食しましたけど。でもそのもう1分以上前に会社に完食。
さあ続いて5品目、味噌かけるヨーグルト。来ましたね。野菜の漬物です。漬物にヨーグルトですか？いやどうなん？いやでも両方とも発酵させてるわけだから。僕は5種類。おお。人参、なんとかございます。山芋です。山出た。いい音。いい音だよ。とても美味しい。ちょっとね、フルーツっぽい感じかも。いや、漬物がマジで超うまい。味噌っぽさが本当にない。ちょっとお上品な味というか。うまいね。美味しい。うまい。それでは6品目、かぼちゃの口どけまろやかグラタンです。いやなんかグラタンはなくてもそりゃさ。うまいよな。ホワイトソースって作るのに小麦粉とかバターをすごい使うんですけど、これはカスピ海ヨーグルトと市販のホワイトソースを合わせて作るので、要は半分ヨーグルトなので、これもとてもヘルシーなホワイトソースに仕上がってます。はい。ということでじゃあいただきましょうか。うまい。あったかいヨーグルトだねだから。あったかいがかぼちゃとうまく合ってる感じ。なるほど。でもグラタンに使うあるものがかかってないんです。チーズですか？おチーズかかってねえよ。かかってねえよ。言われるまで全然ない。そういう全然十いや、そのコクまでカスピ海ヨーグルトとカバーしてくれる。あれカスピ海ヨーグルトじゃないとダメなんですね、これは。いやらしいなこれ。さあ続いて7品目、一晩漬けた鮭のほっこりかす汁です。わ酢汁。さあということで来ましたけど、もう我慢できません。やばいやばい。うまっ。うまっ。おたったの一晩でこんなに深みが出るんですね。鮭がもうトロトロよ。ものすごいコクだよね。味噌だけなさ、なんかこの淡白な感じではないよね。いやーうめえよこれ。続いて8品目、トロットロだけどヘルシーカルボナーラです。いやさあメイン料理来た。タイトルにだけどって入れる感じ。パッと見た時やっぱ一番嫌いだった俺。いやこれメインディッシュでございます。カルボナーラでしょ。完全なる。さっきもずっと言ってますからね。いやカルボナーラ魅力的すぎるでしょ。ここの生クリームを入れる代わりに今日はカスピ海ヨーグルト。こう変えるんだ。カスピ海ヨーグルト。あもううまいよ。これ近くで見たいよね。うわやばいね。これうまいよ。絡み方が尋常じゃないですもんね。行きましょう。香りがすごい。はいもう。うまっ。生クリームのクリーミーさがヨーグルトで出てる。カルボナーラっていつも頼むんですけど食べきれないんですよ。飽きが来るよね。飽きがね。カスピ海ヨーグルトを入れるとでもすごくカルボナーラのそのいいコクっていうのがあるじゃないですか。それも残しつつでもこんな僕最後までいけるわ。一皿でいけるやつすごいね。驚異的な。意外さん大丈夫ですかその盛り方。意外その盛り方大丈夫ですか。大丈夫です。その盛り方すごいですよ。多分だけどねこっちも完食しようとしてる。わかんないと思う。9品目いきたいと思います。よし。肉。信頼があるから肉とヨーグルト合うってもう歌詞にしてるからね。さあということで肉が来ました。いやすげえ。いただきましょうか。染みてるわ肉に。でもこの柔らかさもヨーグルトありきですから。しっかり漬け込みました。丸1日お保湿蓄えられるので、焼いた時にあんまりお水が出ず硬くなりにくいんですね。お肉も柔らかくなる効果があるんです。マジか。これ美味しいわ。実質的です。肉柔らか。マジで柔らかいよ。マジで柔らかい。デザートも用意してください。いやーもう至れり尽くせり。ヨーグルみかん寒天です。なるほど。待ってました。絶対き。おーい。
ヨーグルトはそりゃそうなんで一人でボケて突っ込んだ王道な感じやりつつもやっぱりうまい。マジでさっぱりするから本当にデザートとかにごちそうさまでしたこの中でハイハイジェッツ的ナンバーワンを決めるわけなんです。決めなきゃいけないから決めるんですよ。俺やっぱねトロトロトースト。トロトロトースト。やっぱり手軽っていうかパッと作れてうまいっていう。キンキン冷たいポタージュスープおホワイトねポタージュ新しかった普通に味ヨーグルトでスープになってあんな美味しいの俺やっぱカス汁かな。カス汁ね素カス汁よかったよな直に日本人でよかったと思ったヨーグルト感噛んでいいかもしれない野菜のつけもハイハイジェッツ的一番美味しかったのは一晩つけた鮭のほっこりカス汁でーすうまかったこれちなみに一番最初の一番と間にずっといや俺やっぱね深みが違かったよね今まで飲んだ味噌汁とはでやっぱそのヨーグルトとそのカス汁っていう発想がやっぱ面白いなっていうのがあって僕はやっぱ1位でした。そうだね藤子さんからですねやっぱ王道もうまいんですよフルーツのディップこれは嬉しいよ。あいい。いただきますわあやっぱこれはですよカスピ海ヨーグルトだからやっぱ甘さがやっぱ引き立つね素材の味というか。コクととろみ、あと甘み、超うまい。おおすごい本当の CM で使われるんじゃない今の良かったですよやっぱり結局私たちが一番おすすめできるのはこのコース料理をやってみること全部美味しいから全部